皆さんこんにちは、オッキーです。なんだかとってもいちごのショートケーキが食べたくなってしまい、スポンジケーキを焼きました。日本ではどこのケーキ屋さんにでも必ずあると言っていい大人気のいちごのショートケーキ。でも実はアメリカのベーカリーではあまり見かけません。たまにいちごのケーキがあっても、スポンジがどっしりと重い生地だったりするし、甘すぎたりするし。アメリカでも日系や韓国系、あるいはイタリア系のベーカリーに行くと、おなじみのふんわりスポンジのケーキが売られていますが、近くにそんなお店がなかったり、または日本に住んでいてもどこにいても、いちごのショートケーキってやっぱり一度は家で作ってみたいお菓子ではないでしょうか。今日はそんなショートケーキには欠かせないスポンジの焼き方のコツを動画にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。コツをどっさり盛り込みましたので、たくさん喋りますよ。今日はアメリカンサイズ8インチ21センチの型で焼きましたが、7インチ18センチの分量も概要欄に記載していますので、参考になさってください。ではまずは型の準備から。型はある程度厚手の金属製のものがよく、色の濃い型だと熱の伝わりが強くてスポンジの周りの色も濃くなるので、薄い色のものが良いです。スポンジケーキはベーキングパウダーなどのふくらし粉を使わずに、卵を泡立ててその卵の膨らみだけでボリュームを作るケーキです。なのでオーブンに入れる前の生地にしっかりボリュームがあってふんわりとしていることが大切です。泡立てた卵の中の空気がオーブンの熱で膨らんで生地を押し上げるのを手助けするために、型には必ず紙を敷いておきましょう。ケーキは生地によって型の下準備も異なってきます。スポンジケーキの場合は型の側面に生地がくっついて上っていき、そのまま焼き上がるように紙を敷きます。この紙もコーティングされているオーブンペーパーのようなものだと、シリコンやテフロン加工の型と同じように生地が張り付いてくれず滑ってしまうので、スポンジケーキには向いていません。クラフト紙や模造紙、コピー用紙、わらばん紙などが適しています。そこに敷く紙はケーキ型をそのまま写し取れば OK。 型の内糊よりは一回り大きくなりますが、これで良いのです。側面の紙は型の周囲をぐるりと囲める長さで、幅は型の高さより数センチ高くなるようにします。この型は高さ約 5.5 センチ、紙の方は幅9センチぐらいです。紙の端を1から 1.5 センチくらいの幅で折り上げて、そこに適当な間隔でハサミを入れておきます。紙に丸々癖がついているときは、あえて癖とは反対の向きに端を折ります。側面の紙を型に沿わせます。型の内側にはこの紙がくっついて安定するように、バターや油を薄く塗っても良いですが、必ずしも塗らなくても大丈夫。2枚以上の紙をつなげて使う場合は、重なる部分が2センチぐらいはあるようにします。底の紙を敷きます。紙の方が型の内糊よりも若干大きいので、底の角に押し込むようにすると、側面の紙もこれで押さえられて安定します。これで型の準備が完了です。では材料を測っていきましょう。スポンジケーキの場合はいつものアメリカンベーキングの時のように、おおらかなというか大雑把なカップ計量ではなく、グラム計量をおすすめします。まずは耐熱の容器にバターと牛乳を測ります。バターは 20g、牛乳は 33g。
バターを溶かして温めるためにこのカップを電子レンジにかけても良いのですが、私は別の手間いらずの方法を使います。粉を測ります。スポンジケーキの場合はアメリカで一番一般的な小麦粉オールパーパスフラワーは使いません。オールパーパスフラワーはプロテインが9から 12% の中力粉に近いもので、スポンジケーキに使うと生地がどっしりと重くなってしまいます。なので粉は日本でなら普通の薄力粉、特に日清の特選バイオレット薄力粉は粒子のきめが細かくふんわりと軽い食感のケーキに向いています。アメリカでも薄力粉に相当するケーキフラワーというタンパク分少なめの粉がありますので、それが適しているのですが、普通のスーパーマーケットでよく見かけるスワンドーンやソフタシルクなどのブランドは Bleached Enriched Flour です。ブリーチすることでより粉を軽くできるということらしいのですが、味はあまり良くないので、私は Unbleached 無漂白のものを使うようにしています。原材料や味の点ではキングアーサーのものが一番好きなのですが、ケーキフラワーの中ではプロテイン 10% とやや高めなので、今日は日系スーパーで買ったフラワー小麦粉薄力粉プロテイン分約 8.3% を使いました。これも無漂白の小麦粉です。Bob's Red Mill のファインペーストリーフラワーも無漂白、プロテイン分 8.8% でおすすめです。粉を測るときはボウルの上に目の細かいふるいを置いてふるいながら測ります。ダマがないようにふるって空気を含ませておきます。よく粉は3回ふるうというレシピがありますが、回数ふるっても置いておく間にやはり沈んでしまうので、私は加える直前にもう一度ふるいます。なのでこのふるいはそのまま置いておきます。卵に砂糖とコーンシロップを加えます。卵は全卵4個。まずは泡立て器で軽くほぐします。ここにグラニュー糖を加えます。1/2分の1カップ 110g。スポンジケーキにはお砂糖は必ずグラニュー糖を使ってください。他のお砂糖だと仕上がりが違ってきます。コーンシロップを加えます。日本では水飴で代用できます。コーンシロップや水飴は生地をしっとりとさせ、保水性を高め、泡立てた泡の持ちを良くする効果があります。蜂蜜でもいいかなと思いたいところですが、蜂蜜にはでんぷん分を分解する酵素とタンパク分を分解する酵素が含まれていて、卵白のタンパク質や小麦粉のグルテンを分解してしまい、生地が焼き上がる前に少し縮んでしまうことにつながります。なので水飴かコーンシロップ、または製菓用に酵素を不活性化した特別な蜂蜜などが良いでしょう。ここで鍋に少なめのお湯がふつふつと沸いている状態で用意しておきます。この鍋の上に卵のボウルを置いて、泡立て器で絶えず混ぜながら卵を温めます。ここで気をつけるのは、ボウルの底は直接お湯に浸かっていないということ。湯気だけが当たっている状態で優しく温めると、卵が凝固するのを防げます。はじめのうち、卵液はかなりもったりとしています。途中で卵の温度を確認します。目指すのは40度 C ですから、ちょうどお風呂の温度ぐらいですね。温度の確認にはこんな調理用の温度計を使うのもおすすめです。程よい温度になったら火から下ろしますが、この時も手を止めず混ぜ続けていないと、温まったボウルの余熱で卵が固まってしまうことがあるので気をつけましょう。そしてこの泡立て器、後でまた使うのでまだ洗わないで置いておきましょう。
そしてこのお湯の入った鍋に先ほどのバター牛乳のカップをちょいと入れておけば、お湯の余熱で勝手に溶けてくれます。このような持ち手のついた計量カップはこんな時にとても便利です。卵を泡立てます。そしてここで必ずオーブンの余熱をしておきましょう。ここからはハンドミキサーに持ち替えて、高速フルパワーで8分から10分ぐらいしっかりと泡立てます。卵を温めたことで卵の中のタンパク質がほぐれやすくなり、しっかりとしたボリュームのある生地になります。また温めたことで砂糖も完全に溶けました。ここはとにかくひたすら泡立て続けます。だんだんと白っぽくなりボリュームが出てきます。でもまだまだです。さあもう一息。かなり白っぽくふんわりとしてきました。こうやってミキサーを持ち上げた時にできるリボンの線がすぐに沈んで消えないぐらいになるまでしっかりと泡立てます。ここが一番のコツと言っても過言ではありません。そうしたら今度はミキサーを一番遅い速度低速にしてゆっくりと1分から2分ぐらい混ぜます。こうすることで大きな気泡を消して全体的にきめの細かい生地に仕上げることができます。こんな感じです。とても艶やかなきめの細かい生地ですね。ミキサーを使うのはここまでです。この泡立ての部分はとても重要なので、別の日に撮った映像でもう一度お見せしますね。この時点でしっかりもったりとしたボリュームがあることが大切です。泡立てた卵に粉とバター牛乳を加えます。まずは先ほど湯煎して溶かしたバター牛乳にバニラエッセンスを加えておきましょう。このバターは温かい状態で OK です。粉をふんわりと混ぜ込むために、ここで生地をできるだけ大きなボウルに移し替えます。もし初めから大きなボウルで泡立てていたならば、わざわざ移し替える必要はありません。生地はボリュームがあり、流し込む時もパタパタと布を折るような感じです。さあ、いよいよ粉を加えます。3回に分けて加えます。ここで先ほどそのまま取っておいたふるいが活躍します。粉はもう一度ふるいを通しながら高い位置から生地の表面全体に広げながら加えます。こうすることで3回もふるわなくても空気の入ったふんわりした状態で粉を加えることができます。ヘラはできるだけ大きなものを使って底の方から大きく持ち上げてかぶせる感じで混ぜます。同時に左手でボウルの方も回していきます。そこから持ち上げてかぶせる感じ。優しくでも手早く大きく混ぜます。粉が見えなくなるまで混ぜます。2回目の粉も同様にふるいを通しながら加えます。また大きく回しながら底の方から持ち上げてかぶせます。再び粉が見えなくなるまで混ぜます。大きくのの字を書くように。最後3回目、残りの粉を加えて同じように混ぜます。
粉が完全に混ざり込みました。そしてここからさらに10回から20回ほど混ぜます。今はまだ生地の表面がやや粗いのですが、混ぜていくと次第にツヤが出てきます。ヘラの動かし方は同じ。そこから大きく持ち上げてかぶせるです。ほら、生地にツヤが出てきました。ここで最後にバター牛乳を加えますが、このカップに生地をヘラで1すくい分入れて、先ほどの泡立て器で混ぜます。このカップの中の生地をヘラで受けながら全体に散らして入れます。そうしたらまた底の方から大きく持ち上げてかぶせるように手早くなるべく少ない回数で混ぜ終わるようにします。これで生地が完成したので、いよいよ型に流します。用意しておいた型に流し込みますが、ボウルに最後に残って寄せ集めた生地やヘラについた生地は気泡が消えかけているので、型の中央ではなく端の方に入れるようにすると良いでしょう。オーブンに入れる前に台に軽くトントンと打ちつけて、大きな気泡や空洞がないようにします。もう一度別の角度からトントン、そして爪楊枝や竹串で表面をくるくるくるっとすると、表面がきれいになり平らに焼き上がります。さあ、これでオーブンへ。350度で予熱しておいたオーブンの温度をここで325度、170度 C に下げて30分から40分焼きます。オーブンに入れてからの最初の20分は絶対に扉を開けないようにしましょう。ラックの位置はオーブンの中央で。さあ、焼き上がりました。表面は乾いています。そして程よい弾力があります。中央に竹串を刺して中まで焼けているか確認します。OK。 そうしたら少し高い位置から型を一度ドンと落とします。こうやって熱い空気を逃がしてあげることで縮みを防ぐことができます。そーっと紙を使って型から持ち上げたら、網の上に移してこのまま室温まで冷まします。ケーキの型はこの後も使うので、今はまだ洗わなくても大丈夫です。スポンジケーキは冷やした方が扱いやすくなるので、室温まで冷めたら冷蔵庫で冷やします。乾いてしまわないようにラップに包んでおきます。この時に一番下にケーキの底と同じサイズの板を1枚敷いておくといいですよ。市販のケーキ用の台紙でもいいし、ここでは製菓用のアクリル板を使っています。もし底の抜けるケーキ型などで同じ大きさのものをお持ちでしたら、その底板を使うという手もあります。サイドの紙は剥がしますが、底の紙はつけたままで OK です。しっかりと高さのあるスポンジに焼けました。ラップで包んだらケーキ型にそのまますっぽりと入れて、さらに上からラップをして冷蔵庫に入れれば、乾いてしまうこともなく、また冷蔵庫の中で形が崩れる心配もなく冷やすことができます。冷やすことでスポンジが扱いやすくなり、切ったり飾り付けたりがしやすくなります。さて、このスポンジはこの後3枚にスライスしていちごのショートケーキになったのですが、長くなってしまったので、それはまた別の動画でお見せしますね。動画の最後にもう一度スポンジケーキのコツをまとめて書いていますので、そちらもどうぞご確認ください。
動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではアメリカンベーキングのレシピや私、オッキーのニューヨークでの生活をお届けしています。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。皆様からのいいねやコメントもとても励みになります。質問やリクエストなどもぜひコメント欄にお寄せください。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。